私はですね、ニキビで病院に行ったことないなっていうふうに。そもそもニキビって病気なのってことを知らない方もいらっしゃるんですね。初期段階でニキビできたら皮膚科に行ってもいいんですか？いいんです。ニキビ治療って保険治療なんですか？続いては気になる街の名医が今伝えたい医療情報をご紹介するドクタートークのお時間です。本日はですね、二子玉川ファミリーフィッカの玉木由紀院長にお越しいただきました。玉木先生、よろしくお願いします。お願いいたします。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。さて早速ですけども、玉木先生のご経歴お伺いしたいんですが、先生は何をご専門にされてるんですか？私は一般皮膚科、主にニキビの患者さんをメインに診察をしております。ニキビについてなんですね。はい。ニキビ治療にフォーカスされた理由って何かございました？開業してもう十数年経つんですけれども、ニキビの患者さんってたくさんいらっしゃるんですね、クリニックに。で結構ドクターショッピングをされている方が多くて、前の病院で治らなかったからうちの病院にいらっしゃったって方が多くて、どうしたら治るんだろうって考えていって、そうするとだんだん口コミでニキビの患者様が増えていった感じです。なるほど。ニキビの治療でいろいろ病院に行かれるっていう話もありましたが、逆に私はですね、ニキビで病院に行ったことないなっていうふうに思っておりまして、そういった方も多いんじゃないでしょうか？そうですね、1、2個たまにニキビがあるぐらいだからいいやって方もいらっしゃいますし、そもそもニキビって病気なのってことを知らない方もいらっしゃるんですね。そうですね、確かに病気と思ってないです、ただ皮脂が出ちゃったかなみたいな。そうなんで、でも、皮膚科は教科書的に尋常性座像ニキビ、病気があるくらいですから、ニキビはもうれっきとした病気として考えていただいて大丈夫なのです。なるほど。放っておいたら、いつか1週間以内には治るかなってイメージでしたが、違うんですかね？違うんです。ちょっと詳しく伺っていいですか？特に大人ニキビ、私もう年なんで気になるんですけども、そこについてどうですか？大体若い方は T ゾーンによくニキビができるんですね。やっぱり皮脂の分泌が多いから。おばあちゃんってニキビになった方って見たことないと思うんですよ。そうですね。おばあちゃんってニキビないんですよ。皮脂の分泌がどんどん落ちてくるので。そういうことですね。で大人になるとなんとなく顎のところが皮脂腺が詰まりやすかったりニキビの方が多いですね。そうですよね。初期段階で顎周りなどニキビできたら皮膚科に行ってもいいんですか？いいんです。そうなんですか。なんかちょっと病院に行っちゃいけないのかなくらいに思っていたんですが、結構ニキビに悩まれている方は多いんですか？多いですね。やはり女性の方だとメイクが乗らないとか、ちょっとした色が気になってしまうとか、大事な今日っていう日にニキビできちゃったとか、結婚式の前にできて嫌だとか、いろんな方がいらっしゃいます。今おっしゃったことすべて共感しますが、ただニキビですとドラッグストアとかに行くといろんな市販薬が売っていて、それでもいいかなと思ってしまいがちなんですが、その効果ってどうなんでしょう？実際に市販のニキビ薬で治る方はもちろんそれでもいいと思うんです。だけどやはりそれだけでは治らないって方はぜひ皮膚科に来ていただくと全然違うアプローチで治療していくんですね。どんな治療法があるんですか？なんか皆さんニキビってニキビを治そうと思うんですが、実はその前段階として毛穴が詰まっているんですね。毛穴に汚れとかですか？皮脂の分泌が盛んになって角質が詰まってしまって出口が詰まってしまう。皮膚科では毛穴の詰まりを取るという薬があるんですね。そうなんですか？そうなんです。知りませんでした。あとニキビでいくと、私自身も経験あるんですが、なんか白ニキビですか、になってしまうパターンと赤くなるパターンやぐじゅぐじゅうんじゃうみたいなパターンがあるんですけど、ちょっとそれぞれどういったことなのか伺っていいですか？はい、そもそも触るとなんとなくザラザラするというのが白ニキビ、それが毛穴の詰まりなんですね。で毛穴が詰まってしまうと次の段階で赤いニキビになって、もっと炎症が広がると黄色いニキビになります。そういう段階なんですね。あとはどうでしょう。私が心配なのはニキビ跡ですね。そうなっちゃうとなかなか治らないイメージがあるんですが、それは専門家的にはいかがなんですか？おっしゃる通りなんです。一度ニキビの赤い色が残ってしまうとニキビの色って結構1年半ぐらいかけて消えていくんですね。わかります。なのですごく憂鬱なんです。ずっとコンシーラー使い続けなきゃいけない。なのでもうニキビそのものを早く治してあげた方がいいよっていつもお話ししています。
やっぱり早めが大事なんですかね。あとニキビ治療ってもうそもそもなんですけど、保険治療なんですか？そうです。大前提は保険の治療です。あ、そうなんですね。ちなみに自費診療も、あってっていうところで組み合わせもできるんですか？はい、でもほとんどの患者さんが保険の治療をまずしていただいて、それでもやっぱりニキビができてしまう、あとはすごく気になるとか、そういう方に保険以外の自費の治療をご提案しています。なるほど。じゃあまずは保険治療を受けるっていう形でも問題ないっていうことですね。今まで話聞いてる限り、お肌を清潔に保つことってすごく大切なのかなって思ったんですが、そのためにはやっぱり顔を洗う洗顔かなと思いまして、皮膚科の先生が考える正しい洗顔方法をお伺いできますか？はい、佐々木さんは1日何回ぐらいお顔を洗われますか？私ちょっと普段なんですかね、多めに洗いたいので1日3回くらい洗っちゃう時ありますね。特にニキビができている時はなるべくそれこそ皮脂を取った方がいいのかなと思って3回も4回も洗っちゃったりします。できれば洗顔料をつけた洗顔は1日2回がいいです。あ、そうなんですね。はい、2回は朝と夜ですか？そうおっしゃる通りです。そうなんですね。ニキビができてしまっている時気をつけることってありますか？ニキビ触るとやっぱりザラザラすると思うのですけれども、触った時にザラザラしているからといって潰さないっていうことです。ニキビの皮脂取りたいのでコシコシコシってこうやっちゃうんですけど、それももしかしてダメですか？そうなんです。こすったりとか触る刺激でニキビが大きくなりますので、優しく泡立てた泡で洗っていただいて、拭き取る時も柔らかいタオルで優しくご自身の肌を赤ちゃんの肌だと思っていただいて優しく拭き取ってください。なるほど、わかりました。自分の肌赤ちゃんだと思って優しく触れたいと思います。あと気になるのが、その後、化粧水とか乳液とかつけてスキンケアしていくことが私自身も多いんですけども、なんかニキビできてると保湿とか油分とか与えていいのかなって思っちゃうんですけど、その点どうなんでしょうか？実際に皮脂が多い方であれば少しサラッとしたものをつけていただいて、かなり乾燥肌でもニキビってできますので、その場合はノンコードジェニックといって毛穴詰まりを起こしにくい保湿を使っていただきたいです。わかりました。そういったものもあるわけなんですね。玉木先生、すごいお肌が綺麗で、玉木先生の何か秘訣みたいなところも伺いたいくらいですが、どうでしょう、ニキビを作らないために日常生活で気をつけるべきところってございますか？ニキビってどうしてもストレス、あとは睡眠不足、あと便秘とかそういうことが重なると皮脂の分泌が盛んになってニキビができますので、そういったことに気をつけていただければなと思います。睡眠に関してもやっぱり重要なんですか？夜勤の方とか看護師さん、夜勤明けに結構できるっておっしゃるので、規則正しい生活をしていただくということはとても大事です。なるほど。規則正しい生活でなるべくストレスをかけないっていうところも大事なのかなと思いましたが、これよく私が聞く話として、やっぱり食べ物でニキビができやすい食べ物ってあるのかなとよく聞くのは、例えば、ポテチとかジャンクフードとかチョコレートとか聞くんですけど、それは皮膚科の先生どうなんですか？それも本当の巷のあるあるなんですけれども、チョコレートを食べたからニキビができるってことではなくて、ストレスがかかったりとかすると食べたいって欲が出てチョコレートとかポテチを食べるので、どちらかというとその原因となるのはストレスの方かなと思います。なるほど、ストレスの方が先に問題としてあるわけなんですね。逆にニキビにいいとされる食べ物ってあるんですか？はい、ニキビにいいとされているのは、血糖値を急激に上げるものが良くないと言われているので、例えば野菜を先に食べてみたりとか、あとはちょっと難しい話ですけど、オメガ3、脂肪酸っていうもの、そうです、サバとかイワシとかいわゆる魚系を食べていただくといいと言われています。なるほど、魚系意外でした。勉強になります。あとですね、例えば最新の治療法とかあれば伺えたらなと思うんですが。そうですね、ニキビでお悩みの方で保険治療でももう治らないって方に関しては、もう皮脂腺を焼いちゃえって機会もあります。
皮脂腺を焼いてしまう。そうなんていう治療法なんですか？あまり知られてない治療器ではあるんですけれども、アグネスという治療器なんですが、もう皮脂腺のところ、ニキビがあるところにプスッと針を刺して高周波で皮脂腺を焼いてしまうんですね。一応それでも人体には問題はないです。あ、そうなんですね。じゃあちょっとニキビが本当にできやすくてお悩みだっていう方はそういった最新の治療法も一つあるよということですね。ここまではですね、玉木先生にニキビ治療のことを中心にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、ドクタートークのコーナーでした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。